では続けてコメントを読んでみます。私がちゃんと見たので合ってる。日本の漫画家がブラジルを応援するってなんでですか？私たちはみんな家族じゃないですか？当然応援しますよ。私がこの世で一番よく知っています。日本の漫画家と漫画の読者たちはとても温かいです。海外から来た私のようなつまらない漫画家を守ってくれて、助けてくれて、応援してくれて、たくさんの教えをくださいました。私にはたくさんの師匠がいると申し上げました。日本の漫画界の多くの師匠がいらっしゃって、私の故郷韓国にもたくさんの師匠がいます。日本の漫画界にいらっしゃる方々、そして日本の漫画家たち、そして編集者たち、日本の漫画の読者は一生懸命努力する海外の漫画家を大事にしてくれます。応援してくださり、守ってくださって大切にしてくださっています。経験した私が誰よりもよく知っています。それで一つ確かなことがあります。皆さんの存在、皆さんの情熱を日本の漫画界が知っていくと、その瞬間から皆さんは関心と愛を必ず受けるようになります。私も確信できます。このマスクをかけます。私の腕より大切なこのマスクをかけて、私が約束できます。次のコメントを読んでみます。興味深い分析の映像ですが、先生の提案が全ての漫画市場に適用することは難しそうです。日本で日本人作家が作った日本漫画はイタリアで人気があります。変に聞こえるかもしれませんが、イタリアの消費者は外地から来たものにもっと惹かれます。ローカル漫画と漫画家に対する偏見がありそうです。苦い現実です。この方はイタリアの方です。イタリアで漫画界を誕生させないでほしいと主張されているのではありません。苦い現実についてお話されたんです。しかし私が明確に申し上げます。事実ではありません。そうではありません。イタリア人は誰よりもイタリアの漫画を愛してくれるでしょう。確実に確信を持ってお話します。イタリアの文化、イタリア人の暮らし、イタリア人の考え、イタリア人の幸せ、イタリア人の楽しみは漫画で扱うのにとても良い素材です。私が集英社にある雑誌にこんな提案をしたことがあります。イタリア人原作者と共にイタリア料理を紹介する漫画を描きたい。私がどうしてそんな話をしたんでしょうか。私はイタリア人漫画家が表現したイタリアの文化を見たいです。その漫画が出たら私は必ず買って読みます。なぜならイタリア文化にいいことがたくさんあることを知っています。皆さん心配しないでください。苦い現実ではありません。まだただ始めていないだけです。自分の家族の話、自国の文化の話を愛していない人がいません。なぜならそれが作家なんです。心配しないでください。時が一緒に楽しみましょう。次のコメントです。映像ありがとうございます。質問します。もしプラットフォームを始めるとき、50人の作家で始めるとしたら、各作品の権利と収益金をどのように作家と分けるべきでしょうか。5第5か、作品の所有権は作家に 100% にした方がいいでしょうか。このコメントはどんな意図で、どんな考えで気になってるのか、どんな状況にいらっしゃる方なのか、私が分からなくてむやみに申し上げることはできませんが、私がすでにいろいろな話をしました。2第8配分の話もしました。パーセンテージは多いほどいいけど、絶対的に何パーセントが正しく何パーセントは間違っているというわけではありません。作家と創作に支援する総投資の割合を計算してみる必要がある。そしてその中の一部が作家に与えるパーセンテージだ
原稿料を払って良い編集を提供するために投資をしているのならパーセンテージは低いかもしれない、そういう話をしましたよね。なのでその映像で多分十分な答えになったんじゃないかと思います。そしてそれ以上は私が状況を知らなくて申し上げにくい点ご了承ください。そしてもう一つだけ言いますと、私がいろいろとお話してますが、いつも強調するようにするけど無視してもいいです。守らなくても大丈夫です。全てのものは皆さんの判断で、うまくいけば皆さんがよくやったことで、うまくいかなくても皆さんができなかったことです。私は参考になるような意見を言っているだけです。私の夢と私の考えとビジョンをお話しているんです。そのためもし事業をされる時にどのくらいのパーセンテージを策定し、どのように著作権をどうするか、皆さんの思い通りにうまくできればと思います。もう一度強調するけど、パーセンテージは高いほどいい。しかし無条件に高いほど良いわけではない。総投資を考えてみなければならないということです。アダルト漫画と一般漫画はそれぞれ場合がもちろん違うでしょう。状況が複雑です。著作権は基本的に作家のものですが、ここには条件があります。それぞれの国の法律によって異なります。国際著作権法に加入した国々は著作権法が基本的に似ています。基本的に国際著作権法に加入している国々は、私の知る限りでは国際著作権法に反する著作権を持たないようになっています。かなり古い情報をもとにしているので確かではありませんが、基本的にそうなっていると私は知っています。しかし全ての国が国際著作権法に加入しているわけではありません。いずれにせよ各国の著作権法によって異なりますが、基本的には国際著作権法の趣旨に沿っています。グローバル標準は、作家の著作権は当然作家のもの。しかしこの世の全ての権利があるように、適切な契約と対価を支払うことによって譲り受けることができます。次のコメントを読んでみます。先生、こんにちは。良い映像を作ってくださってありがとうございます。質問です。私の国には漫画産業がありません。でも私は漫画家になりたいです。日本に行ってみようと思いましたが、両親が悲しんでいるので成し遂げられずにいます。オンライン漫画コンテストも数えるほど多くはしません。漫画産業のない外国人が漫画家になるための最善の道を教えてください。機会があれば日本にぜひ行ってみたいです。最善の道は私がずっと話しています。皆さんの国の漫画界が誕生すればいいです。漫画のプラットフォームが誕生すればいいんです。あまりにも難しいんじゃないかということですが、すでに起こっているべきことだと思います。もうやらないといけなかったんです。もうあってこそ正常です。私がモロッコプロジェクトを構成したのが2016年です。そうしてモロッコで漫画産業が誕生することが、実は私は数年後には起きると思っていました。一体どうしてこんなに遅いんですか？本当にもどかしいです。この8年間、どれだけ多くの漫画家志望生が夢を諦めなければならなかったでしょうか。どうしてこんなに遅いのでしょうか。人の心のこもった心を見失って、人の夢を何だと思って、早く各国に漫画界の誕生を進めてください。質問してくださった方がどこの国の人なのかは分かりませんが、皆さんの国の漫画産業がないのは私たちの過ちです。私たちが遅いからです。すいません。それで最善の道は、早く皆さんが何かをするんじゃなくて、早く漫画産業を営む人たちが何かをしなければなりません。それが最善の道です。私が主張し続ける最善の道です。そして思ったよりすごく早くできます。びっくりするくらい早くできます。ただゆっくりやるんです。やらなかったりしてもゆっくりやったりするふりだけしたり、3つのうちの1つでしょう。実はグローバル漫画コンテストはどうでしょう。私が全ての漫画コンテストを知っているわけではありませんが、私なら各メディアに個別に投稿する方法を探してみると思います。私はそんな方法を使いました。
コンテストを待つのはとても時間がかかります。その次にまた何よりもコンテストに参加して落ちたら学ぶことがありません。私はもっと学びたかったです。つまり投稿をした後、編集者に会って目の前でこれが問題で、これは上手で、これは下手で、あなたはこうしないと、それを聞くならそれがもっといいのではないでしょうか。日本に来るのはそんなに簡単ではない状況だそうですから、そういうのもダメですよね。どうすればいいでしょうか。心が痛いですね。私が知っていることが一つあります。間もなく日本漫画界の方々と多くの読者たちが皆さんを真剣に受け止め始めて行動をしてくださるんです。皆さんが宝物だということを悟って、皆さんが家族だということに気づいてからですね。すぐにできると私は思います。なぜか私は経験したことがあるからです。もう一つ読んでみます。漫画家志望生が無料で漫画を勉強することができるし、ある程度生活できるのは図書館ではないでしょうか。図書館の利用をおすすめします。紙が鉛筆も無料で手に入るし、ある図書館では利用者の要望に応じてペンやインクも頼めば備え付けるそうです。図書館は素晴らしい資源です。とてもいい話です。ちょっと待って、ボイチ、あなた漫画図書館に反対しなかった？違います。私は漫画図書館に反対したことはありません。そしてこの世に漫画図書館だけがあるのですか？この方が漫画図書館の話をしましたか？一般図書館の話をされましたか？私は地球上に存在するどんな図書館にも賛成です。そして私が図書館で漫画を描いたことがあるでしょうか？ないでしょうか？当然あります。図書館はいいところです。一般の図書館はみんな賛成で、私は漫画図書館も賛成です。私が反対するのは漫画図書館に反対するのではなく、政府の税金をかけて漫画図書館を建てることに反対します。特に漫画センターに漫画図書館を建てることに反対します。センターがドジャース球場より大きいならセンターに漫画図書館を建てることに賛成です。これは理解できましたか？民間企業が漫画家志望生のための何らかの支援システムを作るとき、そこに漫画が読める、漫画を手に入れることに私は反対です。なぜか民間企業のお金は一銭一銭大切だからです。税金も一銭一銭大事だが、民間企業の金も大事だ。そのお金で一人でも多くの漫画家にチャンスを与えた方がいいということです。無制限に使えるならどうして反対しますか？金額は制限的で、限られた金額でできるだけ多くの人に機会を得たらいいなと思うから、漫画を思う存分読めるようなところはない方がいいねという意見を差し上げます。それで図書館で漫画を描くのはとてもいい意見で、私も大賛成です。次を読んでみます。私は先生の大ファンです。ありがとうございます。先生の映像が私に漫画になる夢をずっと引き継がせてくれます。質問します。幸いにも私は両親が支援してくれたおかげでパソコンと絵のプログラムを買ってくださって、それで漫画が描けます。この方のご両親、サンキュー。この方のご両親がとても立派です。本当にありがとうございます。そしてこの方も素晴らしいです。疲れないで両親を説得しよう。いいですね。パソコンやプログラムを受けることができないとしても、一日でもご両親の家でもっと泊まるのを提供してくださるとしたら、疲れずに説得しよう。できるだけバイトをしないか、少しだけできるようにした方がいいです。とてもいい両親。よく説得されたこの方、本当に素晴らしいです。続けて読んでみます。でも両親の考えは、私が漫画を描くことを趣味で終えることを望んでいるようです。私はいつも漫画と漫画家がどんなに素敵なのかたくさん説明していますが、依然として理解できていないようです。普通に職場を得ながら安定的に生きていってほしいです。この問題をどう解決してくれるか手伝ってください。私が漫画家になってから約15年が過ぎた時です。
しかも日本で漫画家として活動をしていた時です。私のお母さんが言ってました。今からでも漫画をやめて医者みたいな仕事をするのはどう？そういう話をされていました。今はお母さんが全面的に応援してくれます。私のお母さんが私が医者になれると思ったのは間違いだと思います。私は医者になるほどそんなに勉強ができませんけれど、漫画家をやめたらどうかという私の母の意見は私は正しいと思います。あなたが漫画が好きだから漫画を描くのを手伝ってくれるけど、趣味にしてまた別の安定的でいい職業に就くのはどうという両親の意見を私は実は正しい意見だと思います。どうやってそれに反対するんですか？正しい意見じゃないですか。立派な人生を生きながら多くの経験を積んで、誰よりも子供のためにたくさん悩んだ末に漫画を描かない方がいいと思うんだけどという結論を出したそうですが、皆さんより多くのことを考えたと思うんですが、間違っていません。正しい意見です。ほとんどの夢というのは正しくない考えが多いです。夢が正しい考えだとしたら、例えば私がロックアルバムを3000万枚販売したロックスターなんだけど、夢を見るのが正しかった。あなたはロックスターとしてアルバムを3000万枚売ったから正しいと思うでしょう。でも普遍的にそうですね。ロックスターになるために努力することが人生で戦略的に正しい選択でしょうか？違います。なぜか夢だからです。すべての夢は戦略的に正しくありません。すべての夢は難関があって賢明でもありません。賢明ではないことを夢と言います。夢というのは論理的に見た時も確率的に見た時も客観的に見て実現可能性がほとんどない言葉です。自国に漫画界がないのに漫画家になろうとする、同じ言葉ですね。日本で漫画家として生きていこうとしている韓国人漫画家、私です。とても不可能に見える言葉です。なのにその不可能を実現させることが夢を実現させることです。私は皆さんが両親の言うことに従うことに反対しません。そして皆さんが論理的に客観的に統計的に正しい決定をすることに反対しません。皆さんの人生です。ダメだと思うけど3000万枚のロックアルバムを売ってスターになりたいという方々も私は応援して愛して支持します。それみたいに漫画家になるという世界の全ての人々を応援し愛し支持します。だからこの努力をしているのではないでしょうか。私がどうしてこんなに努力していると思いますか？皆さんの夢を支持するからです。しかしだからといってその夢が統計的に正しいというわけではないということです。ご両親は統計的に正しい意見をくださる場合が多いですよね。方法は一つだと思います。説得できるだけ努力してください。いくら努力しても説得できなければ親の心を屈服するほど努力してください。うちの子がここまでしてるのに難しい道を行くようだが応援してあげるしかないねと思うほど頑張ってみてください。ご両親が理解できるように努力してみてください。それができなければ少し逆らうしかないですよね。もしご両親の意思に逆らっていたら説得しようと努力する時よりもっと努力してください。それでいつか両親があなた漫画家になるのが本当によくやったと思うという話をされると、はいありがとうございますという一言を言えばいいです。うまくいくことを祈っています。次のコメントです。漫画も描いてみたけど日本人じゃないのにメインストリームの漫画を描けるかどうか分かりません。これを私に聞く理由は本当に難しい道ですか？日本人にとってもすごく難しい道ですよね。でも大丈夫だと思います。私が少なくとも一見は知っているんです。では準備した最後のコメントです。ブラジルの方ですね。ブラジルの漫画の潜在力を信じているあなたの夢がどんなに美しいか。今はさまざまな独立出版物の他にも多くの聴衆がいてその発展を応援してついていくのだ。ありがとうございます。
当然私はブラジルの漫画の潜在力を信じています。漫画都市可能です。10万人の漫画家を持つことが可能である。信じるほどではないので確かです。ただ努力が必要で懸命さが必要です。そして速度が必要です。遅れないように早くしなければなりません。早くやらないといけない理由がすごく多いんですけど、とにかくほとんどの理由は私が申し上げなかったのです。早くやらないといけません。私を信じてください。速度が重要です。そして私はブラジル以外にも世界のほぼ全ての国に漫画、コミックス、トゥーンの産業に未来を信じます。そこに漫画家志望生たちの夢を叶えることができると信じています。コミックス世界のみんなが一つの家族になって一緒に成長できると信じています。日本の漫画産業に押されて消えるコミックスの世界が存在してはいけません。どんなものも押し出されてはいけません。その国の大切な文化的資産であり歴史です。誰があえてそれを破壊しようとしますか？そして私が知る限りでは日本の漫画界の誰も破壊しようとしたことがありません。何も押し出したことはありません。そんなに攻撃的なビジネスをしたことがないと思います。しかし攻撃的なビジネスをしてもそうはしないでしょう。正しい道があるじゃないですか。みんなが共に成長できる道があります。私たちは一緒に生きていくじゃないですか。みんな家族ですから。そんな未来が来るでしょう。そういう未来のために私と私たちのチームは小さな努力をしています。この小さな努力なのに簡単ではないですね。私たちがバカな上にお金に限界もあるし、時間的な限界もあるし、実力も足りないですが努力しています。じゃあコメントを読むのはここまでにして、次の映像はいくつかお知らせがあるのでそれをお伝えしたいと思います。コメントしてくださった方々ありがとうございます。